皆様こんにちは。開館10周年記念横尾忠則展万々福福満福について、今日はお話をさせていただきます。とても変わった展覧会のタイトルなんですけれども、これは実は、10年前に開催した第1回目の記念すべき展覧会、横尾忠則展半々福福反福をもじってつけたものです。コンセプトは非常にシンプルでして、開館以来10年間の間に今まで30個の展覧会を企画してきたんですけれども、それを圧縮してダイジェスト版にして美術館にぎゅうぎゅうにこう詰め込んでみようという、そういう展覧会になります。実は今回の展覧会、いつも通り横尾先生がこうデザインをしてくれはったんですけれども、1回目から30回目までの全部横尾さんがデザインされた展覧会のポスターをずらーっとこう順番に並べてこう渦巻きのようになって最後に真ん中にたどり着くって、そういうデザインになってます。それを見たスタッフがですね、これなんかすごろくに見えるなっていう話になって、普段はこう展覧会の解説シートみたいな、こんな作品がこういうことですよと説明するようなペーパーを作るんですけれども、今回はそれをすごろくにしてみたらどうだろうということになって、こういうものを当館のエデュケーションのスタッフが苦労して作ってくれました。このすごろくは構造上振り出しが1番開館記念展になってますので、一応開館記念展だけはサイコロを振らずに、まずご説明をしたいと思います。それでは、記念すべき1回目の開館記念展横尾忠則展半々福福反福について、ご紹介します。最初の展覧会を何をやるかっていうのはこれは結構大問題で、横尾さんとだいぶこう綿密に打ち合わせをしたんですけれども、いろんなアイデアを考えて持っていくんですけれども、なかなかと言ってくださらない、そんなのじゃ平凡だとかいうことでいっぱいダメ出しをされました。反復をテーマにしてタイトルは半々福福反復だっていうふうにおっしゃったんですね。反復、自分の過去の作品モチーフを再利用してどんどんこう生まれ変わらしていくっていう、横尾さんの造形的な特徴に注目した展覧会なんですけれども、タイトルが半々福福反復って聞いた時に、ちょっと結構ショックでして、開館記念だからもうちょっとこうかっこいいタイトルを期待してたんですけど、と違和感があって、だけど横尾先生に「いや嫌です」とはとても言えないので「分かりました」とか言って、準備を進めました。そうするとこういうポスターデザインが、横尾先生から上がってきてですね、ポスターできたよって、もう見るともうむちゃくちゃかっこいいんですよね。こう変なタイトルでも横尾さんがデザインしちゃうともうなんというかもうびっくりするぐらいかっこよくなっちゃって、やっぱりすごいなっていうことで、なんかこう展覧会のパズルのピースがパッとはまって初めて展覧会が完成したというか、そんな感じがしました。今回はいくつか、当時は本当にもっとたくさんあったんですけれども、横尾さんが過去のモチーフを繰り返してリメイクして新しい作品に生まれ変わしている絵をいくつか選んで合体させて一つの大きな絵画であるかのように展示をしています。それではサイコロを振っていきます。よいしょよいしょ。4でした。動かしますね。1、2、3、4、昭和日本展ですか。それでは、5回目の展覧会横尾忠則の昭和日本について、お話をします。たまたまこの展覧会は僕が担当させてもらったんですけれども、もともとは、青森県立美術館美術統括官でいらっしゃった、飯田さんという方が、企画して、できた展覧会を、この横尾忠則現代美術館に、持ってきた、巡回展として、行った展覧会でした。青森県立美術館というのはすごく大きな会場でして、そこで並んでたものをここに移植する移し替えるっていう時にはそのままでは入らないんですね。ですのでだいぶ工夫して、割とそれぞれが異なったテイストの展示になったのではないかなと思います。展覧会そのものは本当にタイトルが示す通り、横尾さんの作品を通じて昭和という時代は何だったのかなというのを読み解くようなそんなものでした。まさにその昭和の時代の激動の世の中の感じっていうのが横尾さんの作品には如実に現れています。昭和の大スターであった美空ひばりさんですとか女優さんの原節子さん、それと横尾さんが大きな影響を受けた三島由紀夫さん、そういった昭和を彩った重要人物たちが横尾さんの作品には登場します。そういったものから展覧会を構成いたしました。よいしょ。5、1、2、3、4、5。
カット&ペーストですね。はい、10番目の展覧会に飛びました。横尾忠則展カット&ペーストについて、お話しします。たまたまこれも、僕が担当した展覧会でした。全く偶然です。この時はですね、横尾さんのこれまでの、画家としての歩みの中でもある特定の年代、80年代末から90年代頭、その時代だけに光を当てようという試みを行いました。どういうことかというとですね、横尾さんの画家としての作風の変遷というのは大まかに分けて3つに分類できると思うんですけれども、画家宣言、80年代の頭に画家宣言した頃は一体何をモチーフに描こう、何を描こうかなってことにすごく気を使っておられました。神話であったり哲学であったり、非常に壮大なものを取り上げて絵を描いておられました。でその次の時代がちょうどこの時代なんですけど、いかに描くか、いわゆる技法の問題ですね、制作のテクニックとか、そういったことに非常に凝っていった時代です。さらにこの時代を抜けて90年代半ば以降はもういかに生きるか、もう自分の生き方と絵が一体化してくる。そして自分の子どもの頃の思い出が非常に豊かな直想の源になるということを横尾さん自身が気づいて絵が展開していく、そういった流れがあります。あえてこの時代に着目したというのはですね、見ての通り非常に複雑で凝った絵を描いておられました。その一つの理由はですね、86年に横尾さんは自分のアトリエを、念願のアトリエを持つことができました。それまでは大きな絵を描くためのスペースが家にはなかったので、場所を借りたり美術館に相談して公開制作、イベントの形で絵を描いたり、非常に苦労して制作の場所を確保してたんですけれども、広いアトリエが手に入ったことでうわーっといっぱい絵を並べてゆっくり時間をかけて凝りに凝って絵を描くことができるって、そういう環境が手に入った。なのでこういういかにも描くのに時間がかかりそうな絵が出てきました。具体的にはまさに展覧会名カット&ペーストが示す通り、キャンバスをいろいろ切り裂いてですね、それを複雑に組み合わせて、まるで織物を編んでるか織ってるかのような、絵も非常にパズルのように一般ばらされた絵柄がまた組み合わさってるみたいな、そういう複雑な空間構成が現れます。はい、それではまたサイコロを振ってみます。よいしょよいしょ。6、1、2、3、4、5、6、ワールドツアー1回休み。はい、わかりました。16番目の展覧会、横尾ワールドツアーについてお話しします。この展覧会は平林学芸員が作ってくれたものでした。そのものズバリもう旅をキーワードにした展覧会です。横尾さんはもう世界中から展覧会に招かれることもありましたし、もうあちらこちらを旅しています。そうした旅先のいろんなものをモチーフにして自分の作品に取り込んでいるってこともあります。あととても大事なのは、旅行によって横尾さんが自分の人生をすごく変化させて、そのアートもどんどん変化していったということがあります。67年、ニューヨークに行った時には、もうそのサイケデリック文化みたいなものをもうまさに洗礼を浴びてですね、自分の表現もその影響によって当時のグラフィックも大きく変化していきましたし、70年代には何度もインドに行かれてですね、スピリチュアルな、非常に自分の内面を見つめるような感じで作品もどんどんスピリチュアルな風に変化していきます。なんといっても1980年ニューヨークで大きなピカソの展覧会を見たことがきっかけで、グラフィックデザイナーから画家へ転向する、いわゆる画家宣言というものが行われる。そういうわけで旅というものが横尾さんの芸術家人生の中でとても大きな役割を果たしてた、そんなこともたどれるような展覧会となりました。1、版画ジャングル。17番目の展覧会、横尾忠則版画ジャングルについてご紹介します。これまた僕の担当の展覧会でした。これ偶然です。サイコロ操作してるわけじゃなくて、たまたますごく僕の担当した展覧会が多く当たっています。とはいえこれもですね、東京の町田にある国際版画美術館さんとコラボして作った展覧会で、町田市立国際版画美術館で立ち上がって神戸に持ってきたって、巡回展でした。でやっぱり昭和日本展の時と一緒で町田さんの方がすごく会場が広くってですね、でこの展覧会は当時
横尾さんがそれまでに作った全ての版画、200点以上あったんですけど、それを全部見せるっていう展覧会だったので、本当に大迫力で、それをこの町田でもギリギリ並んだかなっていう内容をこの空間に落とし込むということで、もうこれも大変でした。もう何段掛けにもしてですね、本当にまさにジャングルっていうか、そういう感じはもしかしたら神戸の方が出たのかもしれません。ここでは、版画作品1点だけを紹介しています。他のコーナーでは、一つの壁面にその展覧会に出てた作品をいっぱいこう詰め込んで、何段掛けにもしてたんですけれども、ちょっとだんだん息切れしてきて疲れてきたということもあって、ここではもう1点だけです。8つの版画で1つの作品ということになります。ただこの作品とても面白くって、オリジナルは1973年の「ワンダーランド」っていう版画なんですけれども、それを20年以上経ってから横尾さんが95年ですかね、引っ張り出してきて、昔の版画にさらに新しい版をすり重ねて、順番をぐちゃぐちゃにシャッフルして新たな作品に生まれ変わらした、そういうものです。ですので、一種の反復作品でもありますし、横尾さんの造形上の遊び心とか、特徴がとてもよく表れているのではないかなと思います。よいしょ。3、1、2、3、在庫一掃大放出展。はい。ようやく20番目の展覧会までやってきました。横尾忠則在庫一掃大放出展という展覧会です。でこれもまたですね、偶然、本当に偶然です。僕の担当した展覧会です。一切サイクとかしてませんので、たまたまちょっと、自分の担当した展覧会がいっぱいこう出てきて、ちょっと自分でも驚いています。これはですね、いろんな意味でちょっと思い出深い展覧会で、最初はですね、横尾さんがですね、自分に展覧会キュレーションさせてほしいって言わはったんですね。君たち下手くそだからちょっと俺がやるっていう。でそんな感じで「分かりました、じゃあぜひお願いします」っていうことで、じゃあまず展覧会のタイトル決めてもらって、コンセプトも決めてもらって、どんな作品出すかリストくださいって言ってたんですけども、待てど暮らせど連絡がないんですよ。先生そろそろです、お願いしますって、催促するんですけど、忙しい先生でもあるので、全然こうリストが来ない。でついにもうタイムリミット過ぎてしまったんですね。先生ちょっともう間に合わないですって、もう決めないと、もうよそから例えば絵借りるとかだったらもうちょっとリミット過ぎちゃってるんでどうしましょうって、そうなの困ったな、じゃあなんか適当にやっといてくれるかって言われて、大慌てでやったのがこの展覧会です。もう時間がなかったので、とにかくシンプルに、この美術館にあって今までこの美術館で展示したことがない、未発表っていうわけじゃないんですけど、まだ倉庫から出たことがない作品を蔵出ししようということで、在庫一掃大放出展という名前にして、まるで展覧会がちょっとセール会場みたいにこうセールって上り立てたり、受付の人とか監視の人が大売り出しみたいな発匹着てたりで、オープニングには本物の珍道屋さんがこう現れたりっていうですね、そういうちょっと楽しい感じの展覧会にしました。オープニングでですね、横尾さんやってこられて、自分の絵の横にこうハンコを押すっていうイベントパフォーマンスをされました。小学校の時によく試験の答案に大変よくできましたとか、もうちょっと頑張りなさいとか、綺麗にお描きなさいとかハンコをしてもらったことがあると思うんですけど、それを横尾さんが自分の絵の横にポンポン押していったんですね。解説というか手書きのメモが貼ってあるんですけど、これは横尾さんの筆跡、スキャンしたものですけれど、横尾さんの筆跡です。この展覧会のやった時に図録を作るんですけども、図録の色構成を先生に見てもらって、ちゃんと色が出てるかなっていうのを確認してもらうんですけども、その構成紙にですね、突然横尾さんがいろいろこう作品の思い出とか、自分で自分の作品に突っ込んだりとか、そんなのをわーっと書き出したんですね。すごく面白かったので、これこのまま吸ってよみたいなことになって、それをもっぺんスキャンして横尾さんがそこに落書きしたのと同じような状況を再現して図録にしました。でそれを、プリントアウトしてそれぞれの作品の横にこういうふうに貼っています。これだったら福笑いはキュビズムの原点、ちなみに評価は優秀ということになっています。僕の担当点以外がもうちょっと出ないと八百長を疑われるんじゃないかと、ちょっと焦っています。いい目が出ますように。4、1、2、3、4、病院展ですね。はいはい、いいのが出ました。それでは、24番目の展覧会、兵庫県立横尾救急病院展について、ご紹介します。この展覧会は当時横尾美術館にいました
林学芸員が企画したものでした。これはちょっといろいろと、記憶に残る、展覧会だったと思います。ちょうど2020年の2月1日からこの展覧会は始まったんですけれども、ちょうどコロナの時期と重なってですね、展覧会やってる途中にどんどんその状況が悪くなっていったっていうことがあります。で、特筆すべきことはですね、オープニング、2月1日が初日で、その一つ前の日1月31日の金曜日に、内覧会があって、関係者の皆様に来ていただいて、プレビューと記者会見をやったんですけれども、横尾さんはこの時、来なかったんですね。ちょっとそのコロナが出だしたかなぐらいの時期で、結構そういうとこは慎重な方でもあるので、何かあったらっていうので、行かないけれども、代わりに出席したみんなにマスクを渡してですね、記念撮影しといてくれということを言われました。実はここにその状況にさらに横尾さんがちょっとコラージュしていたずらしたようなものがあるんですけれども、出席者全員がマスクをして、みんなで写真撮る。これは実は当時は異様な光景だったんですね。でところがその後どんどんコロナが深刻になっていって、もう街中、今もう2年経った今でも今マスク外すかどうかって論争してますけれども、実際にはほとんどの方がマスクをして暮らしておられる、そういう状況、当たり前の景色になっちゃった。でそれを横尾さんのアイデアで、なんか予言するかのようなことがオープニングで行われたということです。で展覧会そのものはですね、横尾さんがすごい、病院オタクっていうか、すごいいっぱい病気してて、病院に通うのがもう趣味みたいなところがあるので、そして自分のその病気体験を本に書いておられるぐらいです。そういったことから、横尾さんと病気の関係、病気と、身体の問題と芸術の関係を考えて、県立病院の統廃合に伴って大量のいらない備品が放出されるっていうことがあったので、本当の病院で使われたベッドとかいろんなレントゲンを打つ機械とか、そういうのを大量に美術館に持ち込んで、まるで病院の中で絵を見てるみたいな、そういう面白い空間を作りました。よいしょ。51234 5寒山拾得展ですね。はい、いよいよ29番目の展覧会をご紹介します。だいぶゴールが見えてきました。横尾忠則寒山拾得への道という展覧会です。これはその2022年に開催した特別展なんですけれども、その前の年2021年からこの美術館の学芸員として新たに加わった小野学芸員の初めての展覧会、デビュー戦でありました。当時の横尾さんの最新作である寒山拾得シリーズを初めて関西でお披露目した、そういう意味もありました。もともとはですね、2021年に東京都現代美術館でものすごく大きな横尾さんの過去最大規模の個展が開かれたんですけど、その時の目玉、最新作品として、紹介されたものです。でそれが初めてこの美術館で関西では初めて見れたと、そういうものでした。寒山拾得というのは中国の古い唐の時代に実在した、人物とされていまして、僧侶なんですけれども、非常に世捨て人的というか自由な生き方をしてた人たちです。でおそらく横尾さんはその、彼らの非常に自由な振る舞いに、魅力を感じてモチーフに選んで、非常に絵の描き方ももう子供がお絵描き遊びをしているかのような非常に自由な筆致で描かれている、何か自分の生き方と彼らの生き方を重ねて、作品化されているのかなと、そんな気がいたします。はい、多分これが最後のサイコロになるのではないかと思います。心を込めて振ってみたいと思います。よいしょ。2、ちょうど上がりました。八百長じゃないです。うまくいきました。すごろくにお付き合いいただきありがとうございました。まさか綺麗にぴったり上がりの目が出るとは思ってなかったので、自分でもすごく驚いています。こういう形で10年間を疑似的に振り返ってみたわけなんですけれども、やはりいろんなことを思い出します。でとにかくですね、もう本当にその時々は余裕がなくて、もう目の前のことに対処するのがもう精一杯でこの10年間やってきたんですけれども、特に最初の頃はですね、やっぱり横尾忠則さんとかすごいいいアーティストなので緊張するんですよね。もうちゃんとやらないと怒られるんじゃないかとか、もうなんか失礼になるんじゃないかとか、すごい萎縮してた部分があったと思うんですけども、確かにそういう部分はあるんです。すごい方なんですけれども、同時にものすごい子供っぽいっていうか、もういたずらっ子なんですよね、横尾さんって。もういたずらっ子がそのまま
80歳を過ぎた巨匠になっちゃったみたいなところがあって、一緒にいたずらを考えるというか、こういうことをしたらお客さんはこう面白がってくれるんじゃないかなとか、楽しんでくれるんじゃないかなって、もアートがどうとかっていうこともあるんですけれども、ワクワクドキドキするようなことを一緒に考えるっていうのが大事な仕事なのかなというふうに、途中でなんかだんだん気づかされていったっていうようなところがあったと思います。今でもですね、やっぱりいっぱいいっぱいっていうのはあんまり変わらなくって、今後どうしていこうか、もうなんていうかいろいろネタが出尽くしてしまってですね、なかなかそんな面白いことって簡単には思いつかないんですね。本当に学芸員みんなで頭を悩ましてるんですけれども、少しでも何かワクワクドキドキするような美術館体験を、皆さんと共有できたら嬉しいなと、これからも頑張らないといけないなと思っています。どうも今日は、お付き合いいただいてありがとうございました。